はい、内山浩一のザ・ゴトチャンネルです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一緒に頭をこうやって動くとなんか可愛いですね。頭しか動かせないんですよ、これね。そうね。そうですね。目が見えない。頭と目とお口が動きますね。ですね。お顔だけなんですよ、動かせる。で、顔を後ろにこう上げてお口上げてもらうと笑いますよね。笑います。笑わないで。あって思い切りやると笑う。そうですか。はい。泣いてる時でも笑うみたいですよね。そう、深刻な時に笑っちゃうんですよね。あれ困りますよね。あれね。ね。ずっとでも目開いたりしてるし。はい。どなたが来られたので、お声を聞いてみたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは合唱お願いします。はい。それではエレナさん、準備お願いします。はい。はい。この葉さんも丹田の方に入っていただければと思います。はい。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、今、頭上においでいただいた方、おいでいただきまして、本当にありがとうございます。エレナさんの方にお入りいただきますようお願いいたします。はい。ありがとうございます。まだ少し残っておられるみたいですね。エレナさんの方にお入りいただければと思います。はい。恐れ入ります。お言葉いただければと思います。なんか残っておるんですよね。もうあとね、ちょっと通常に重たいのが。はい。お願いします。エレナさんのはい、できますかね。お願いします。はい。お願いします。はい。はい。おいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。名前がいくら言っても伝わらんのです。そうですか。失礼いたします。本当に申し訳ございません。ミコの方が知らないんですね。わかりました。それでは、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。私は、世界大戦の時に大砲を撃つ役割をしておりました。大きな砲台をいくつも設置して、そしてここから大砲を撃つ、ことをやっておったわけであります。その時にはズドンと大きな音がして大きな衝撃がある。そして弾を込める。また次の弾を撃つという非常に原始的な作業を繰り返しておったわけでありますが、そういった逮捕口が数たくさんあって、この国を守っていたというわけであります。海岸からこちらに敵が入ってこないように、その海岸線を守っていたわけであります。しかし、その姿も今はすっかりなくなってしまい、その跡地だけが残っているという状態であり、
現代の人々はそこが一体どういう場所であったかさえも知らないといったような状況であります。それは歴史が時とともに埋もれて人々の記憶から消えていくということを見せてくれているわけでありますが、いつまでもそのようなことを覚えていても仕方がないとはいえ、事実は事実、そのような過去があったのだということを私は声を大にして伝えたいのであります。なぜならば、そのような原始的な手法でもってこの国を守ろうとした者たちがいたと。そしてその結果、今の現在のこの日本という国があるのだと。そのための一翼を担った者たちが数知れずいたということを忘れてもらいたくはないからであります。我々のみならず、もっと無名の者たちが本当にこの国を守るために命を懸けた歴史がありました。その一人一人は本当に血の滲むような努力をして食うものも食わず飲むものも飲まずに未来の国を子孫に残したいという思いから一人一人戦ったわけであります。自分の成した仕事がほんのわずかな仕事であって全体から見れば何ほどのものでもない、名前さえ残ることはない、その存在さえ知られることもないような仕事を成した者たちが数多くいたという事実は心の片隅に思っていていただけたらと思うわけであります。それは我々とて同じことで、さらに過去に遡れば、やはり同じような仕事をした先祖の人々がいたということが言えるわけで、現代のあなた方も、次の時代の未来に来る若者たちのために、自分の命を削って仕事をしていることでしょう。その一人一人は、大した大きな仕事はできないでありましょう。しかし、その名も知らぬ者たちが数多く集まって、ほんの小さな仕事を一つ一つこなしたことの結果、未来にこの国が続いているかどうか、どのような世界になっているかということが決まっていくのであります。あなた方が今生きているその土地に、その土地を守らんがために命を懸けた者たちがいた。感謝することすらわからない。誰に向けて感謝の思いをすればよいかさえもわからないような、しかしその仕事を見事に果たした者たちが未来の誰ともわからぬ者たちのために働いた。
互いにこれで良いと思います。それを次の時代へと、やはり受けた恩を返していく、このことを忘れてはならんのだと思います。今が良ければ良い、自分さえ良ければ良いということではなく、すでに名も知らぬ人々のおかげで今の自分があるとするならば、今の自分はさらに名も知らぬ誰かのために何かを残さなくてはならないだろうと思うのであります。一つ一つの仕事がどのように力を発揮して何を生み出すか、どのような社会を残していくか、そのことはわからないかもしれない。その相関関係ははっきりしないかもしれない。しかし、さりとて何らかの形で必ず結果を表すことになるのだということを忘れないでいただきたい。あなた方が成している名もなき人の一言が、あるいは一つの行動が、小さな勇気が未来の社会を作っていく。そして誰かのために必ずなるのだということを信じていただきたいと思います。そのために私はわざわざこの朽ち果てた何のためにあるものなのかもわからぬ砲台跡から語っています。以上です。ありがとうございます。はい。第二次世界大戦の大砲というと聞かれたときに、お言葉を聞いたときに、私の父が、まさに、落下傘部隊で、島に降りて、そしてその高射砲を隊って言いますかね、敵の飛行機を撃つ高射砲隊に入ったということを思い出して、そういう話をねしてくれたことを思い出しました。なんて言いますかね、その落下傘部隊で降りていくときも第一陣はほとんどなくなったみたいですね。で、その方たちが活躍してくれたから第二陣、父のたちの部隊が、全員じゃないですけど、かなり少なかったみたいですけども、生き延びて、そういう仕事ができたというようなことを聞いてます。本当にね、一陣の方なんて、飛行機から降りてね、落下傘部隊で降りていく最中に殺されてしまうとか、もう何のための自分の命だったのか分かんないような感じなんでしょうね。しかし、実際としては今この平和な日本が作られてますので、その方たちのためかなというふうに思っています。はい。今まさに私たちもそういう時代に来たかと思います。今のお言葉しっかりと受けて頑張っていきたいと思います。はい。どうもありがとうございました。お名前は、名もなき兵士って書いていいですかね。いや、それで結構です。はい。それではよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今ね、の話から今ちょうど、まだね、団体の名前、幸福の科学さんの名前出していいかどうか分かりませんけどね、やはり幸福の科学さんの方でこの私のチャンネルにつながっている方をあぶり出しているみたいですね。一人一人面接して、そしてあぶり出していって、名前聞いた方と直に、話してね、やっていってるみたいですね。で、その人のためにというふうにね、言ってるみたいですけども、全国でやってるってことは、これは教団の方から言われてやってるっていうことだと思います。で、支部長さんもね、あなたのためですよと、言葉では言ってるけども、基本的には上から言われてやってるんじゃないかと、自分の仕事としてね、そういう方がいたら報告も上げなくちゃいけないし、そしてそれに対してどういう態度を取ったかということをね、書かなきゃいけないんだろうというふうに思いますね。この時に攻撃を受けた側の方ですけどね、はっきりとしたやっぱり、自分の意思を伝えていただければと思います。
この、なんて言いますかね、やはり支部長さんたちにもきちっと論理的に話せば、多分支部長さんたちも答えが出せないと思うんですね。もう上から言われてやってるだけであって、自分の心の中が本当にそう思ってるかどうかも分かりませんので、この非常になんて言いますかね、中国的な弾圧的な態度でやってこられる、悪魔の側ですね、悪魔の側の攻撃に負けないでね、やっていただければと思います。そのちっちゃな一言、おかしいじゃないですかとか、どう考えてもおかしいでしょとかね、日本語的にもおかしいでしょとか、この弾圧っていうのはこれ何ですかと。まるっきりね、お隣の国と中国と一緒じゃないですかとかね、そんなのご方針に書いておられませんとか、いろんなことをね、言うことによって、支部長さんたちもね、苦しいかもしれませんけども、その一言が、この教団を大きく動かすことになっていくと思います。向こうから攻撃が来るっていうのは、これはチャンスだと思って、やっていくこともできるかなと思いますね。ごめんなさいね、一気にこんな話になりましたけども。コロナさん来ておられます。エレナさん、どうですか？お二人ともどんなふうに思われます？そっちにつながると今思っていなかったのでそっちにつながるかと思わなかった思わなかったんですよ。今まさにね、本当にそうなんですよ。この、悪魔側のね、考え方、この地球を乗っ取りたい悪魔側の考え方がぐーって降りてきてるんですよ。霊的に言えばこう真っ黒い悪想念がこう下に降りてきてる感じですね。地球を覆おうとしてるんですね。でそれに対してこう反発しなきゃいけないですね。ノーって言って光は広げなくちゃいけないんですね。だから幸福の科学さんの方でも光を離さなきゃいけないんですね。闇に対して。まさにね、この第二次世界大戦以上の大きな戦いが今起きているような気がします。そういうことになるんですね。そういうことになるんです。光と闇？そうです。光と闇の戦いが今始まっています。そうですね。ですから基本的にはそういう、間違ったことに対しては間違えたということをパチッと言っていながら、ただそこだけに伴うんじゃなくて、やはり未来ですね、素晴らしい未来を作っていくんだっていう、そこにね思いを集中的に持っていっていただければと思いますね。そうですね。逆に、説得する感じですね、相手をね。こんな弾圧なんてしてる場合じゃないでしょうと。こんなね、頬を曲げてる段階じゃないでしょうと。世界を見てくださいよとかね。中国見たら今この幸福の科学内容わかるでしょうって、そっくりじゃないですかとかね。皆さん結構勇気を出してね、そういう言葉を出してくださる方もね、だんだん増えてきていますよね。ですね。その一言一言がね、光になってきますね。そっか。なるほどね。目の前にある争いとかにフォーカスするんじゃなくて、何のためにこの考えがあるのか、何のためにその言動を持っているのかっていうのをしっかり考えて、人と話していかないといけないですね。そうですね。何のため今幸福の科学さんがそういうね、レプタリアン的な、悪魔の勢力に乗っ取られていってるのかと。それは一人一人に学びを与えるためなんですね。でここでね、学ぶことによって人類全体を高めることができるんですね。だから非常に大事な一人一人がとっても大事な役割をなさってるってことですね。やっぱね、支部長さんがせっかく来てくれるんだったらね、やっぱ砲弾のね、光の一滴でもね、埋め込んでやることも大事かなと思いますね。他の人になんか非があるように見がちですけれども、やっぱりその出来事が自分に起こったっていうことは、自分が何かを考えて行動していかないといけないから起こったんですよね。そうです。心の探求だけしていってはダメだよっていうことだよね。動きなさいっていうことだろうと思いますね。
はい。なんかどうしても人のせいにしがちですけれども、私なんかちゃんと自分を見つめるようにします。ですね。はい。はい。ね、お互いにね、頑張っていきたいと思います。で、いろんなね、攻撃、特に精神的な攻撃結構あるかと思います。で、物理的なこともあるかもと思いますけども、ひるまずに、ね、世界全体に光を灯すようなつもりで、でも自分としてはちっちゃな光かもしれませんけどね。でも、世界中にこの光が広がるんだと思ってやっていただければと思います。はい。それでは今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。